桐谷さん、おはよう。おはよう、星野さん、天馬さん。おはよう。ねえ、いっちゃん、早くあの話しよう。あの話？今度レオニードが参加するライブがあるんだ。それでもしよかったらどうかなって。そうなんだ。誘ってくれてありがとう。もう日程って決まってる？うん、確かチケットにも書いて。はい、これ。よかった。この日なら練習だけだからライブ見に行けそう。本当？じゃあきっとみのりちゃんも。今の声ってみのりだね。ちょうどしほちゃんもライブの話をしてるところなのかも。日の森さんが話をしてくれてるなら、私は自分のチケットを買っておけば大丈夫かな。ありがとう、桐谷さん。みんなのライブ見たかったし、それにチケットノルマがあるんだよね。はるかちゃん、チケットノルマ知ってるの？昔音楽番組で一緒になったバンドの人たちから、ライブ始めたての頃は大変だったって聞いたことがあって、チケット余りそうだったら教えて。バンド系のライブ好きな知り合い結構いるから。はるかちゃん、ありがとう。やり始めたばっかりで全部さばききれるか不安もあったから、すごく助かるよ。手売りは手売りで楽しいけど、ライブやるごとに頑張るのは大変だからね。ひょっとして桐谷さんもチケットノルマやったことあるの？チケットじゃなくて CD の手売りならあるよ。アスランがデビューしたての頃にショッピングモールで自分たちの CD を売ってたの。アスランもそういうところでライブしたり CD 売ってたりしてたんだ。なんだかびっくり。デビューしてすぐ有名になったんだって思ってた。でもそんな感じだよ。デビューシングルが結構当たって、そこから運よくブレイクできたから。ショッピングモールでやったライブ、今でもよく覚えてるな。どんな感じだったの？最初はすごく緊張してて、自己紹介の声も震えちゃってたな。でも歌い出したらだんだん楽しくなってきて、足を止めてステージの方に寄ってきてくれる人もいて、それが嬉しくって、いつの間にか夢中で歌って踊ってた。自分の歌が届いてるってわかるとすごく嬉しいよね。それに勇気も湧いてきて、どんどん気持ちが歌に乗るっていうか。まさにそんな感じだよ。私もそれわかるかも。ライブの時一緒に乗ってくれてるお客さんたちいるし、その人たちにもっと楽しんでもらうぞって思うもんね。その人たちの中にチケットを買ってくれた人たちがいたら、それめちゃくちゃ嬉しいかも。そう考えるとチケットノルマも頑張れそうだよね。桐谷さん、ありがとう。チケットノルマはこれからしばらく続けていかないといけないことだし、正直心配なところもあったんだけど、今の話を思い出せば何度でも頑張れそう。私も。ありがとう、はるかちゃん。私はただちょっと懐かしいなって昔の話をしただけだよ。でもそう言ってもらえるとすごく嬉しいな。